Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back, relax, sit back with me. Yeah. Welcome to Downtime with Ken. I'm your host Ken. 今夜もよろしくお願いします。Downtime with Ken ようこそ。今日のゲストは Cryptic のトヨが来てくれました。今日はよろしくお願いします。Yeah. これ分かる人は今もう分かってる顔だよね。知ってる人みたいな出た超久しぶりな人がみたいなお前だみたいな。自己紹介の方お願いしてもいいですか？クリプティックって名前で活動してて、バンドでいうと正しい言葉っていうのも一緒にやってるんですけど、トヨって言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでそううちらが出会ったのはまだ若かりし頃のそうだね。アフタートゥナイトと四輪車ってバンドをやってたね。めちゃくちゃ懐かしい。初めてなんだよね。そのパンクのバンドじゃないというか、そのロックシーンのバンド、今そういうなんていうのエレクトロニックな活動をしてるわけじゃん。そうだね。そうだからねちょっとねウキウキしてるの初めてのねちょっとこうジャンルを超えたあれだから光栄です。そうそう。俺が今活動してる場所がバンドをやってた時にやってるライブハウスとはちょっと違うかもしれないんだけど、クラブっていう基本的にはクラブって言われている場所とか、ラウンジとか要はなんか大きな会場のなんかこう飲み物を出すとことか、そういうなんだろう DJ がもともといる場所で俺らは今プレイスタイルはそこで中心的にやってるんだけど、まあでも基本的には多分パンクとかと全然同じのベニューっていうのは同じ、ずっと本当アンダーグラウンドに見えたりもするような場所でやってる、作曲の時点でその一番の俺とトヨの違いっていうのはアナログ式のそうだね木を使ってやるのと木 vs 電気そう俺の場合はギター一本で作るじゃん、でもトヨの場合は全部の楽器を取り入れることがそうできることはできるじゃん、もうさギターで曲を書くこととかなくなった？いやなんだろう、逆に今はアナログのサウンドアナログで作ったものがその電気的に変わるっていうのがすごい楽しいから、それをやってるんだけど、だから基本的に楽器は本当にアナログで撮ったやつをデジタルに変えたり、もう本当そういうアナログで作るのが基本なんだけど本当は、ただこうデジタルに通ってるってだけで。さあ俺の好きなアーティストで、カナダのマク・デマルコってやつがいるんだけど、その人の映像を見てた時にあの人はアナログで全部撮って、スピードが変えられるじゃんあれって。そうだね、そうで元はちょっと早く撮ったり、ちょっとそこまで正確じゃないか、その人はもう楽器は全部自分で撮ってるんだけど、一回テープに入れてわざと遅くしたりとかしてリリースとか知ってんの？マジか、俺も同じ。でかいやつがあるってこと？そうでオープンリールを借りてやる場合もあるし、なんかこうナグラっていうなんだろう、こう昔のさスパイとかが盗聴器に使ってたなんか、知ってるかな、なんかこうやって回ってるやつ、絵とかこういうやつじゃなくて、こういうやつよ、なんかシンプルな、それをこうインターフェースから通してっていうレコード方法で、テープにも基本的にマスターは全部テープに落として撮ってるっていう感じ。すごい。じゃあもう一周してんだね。一周してアナログに戻ってきてる。じゃあ話をまとめると今スパイ活動をしてる。だから映画を見すぎたんですね。バンドやってるって言ったじゃん、その場合はもう自分でビートだったりもう全部作った上でこの上から歌詞とこうメロディーを乗せてくださいっていう感じなの？それとも一緒に作って？なんかそうだね、なんかちょっと特殊なのかもしれないけど、まあなんかそいつボーカリストが俳優をやっていて、そいつが思った気持ちをとりあえず言ってもらう。なんか俺悲しいことがあってとか、俺こういう発見をしたんだけどっていう、その発見に一番近い音をこれかなみたいな感じで当てはめて、で1小節分作ってみて、これどうこんな感じみたいな、これだみたいな、そういう風に作ってるって感じなんだけど、すごいね。だからオケを完全に作ってやってもらうって形ではちょっとないかもしれない。他の人と一緒にそれを共有できるのはもう難しいじゃん。まあ確かに自分のさ、そうだね、解釈だったりさ見方だから、そう間違いない。それを
2人でできるってすごいと思う。あいやありがとう。リアルにそれってでもなんかあれなんだよね、なんかさちっちゃい時にさなんかこう砂わかるかな、なんかこうペンで書いて書き終わったらこうプシュッてやったらこう砂がバーッと出てみたいなやつはなかった？あったあったなんか俺が作ってる音楽と彼が思ってる思想って多分なんかピクセル的なものでなんかこうスリットで分けられてるんだけど、きっと多分伝わってるか伝わってないか曖昧な部分がある、なんだけど曲にした時なんかこう自分なりのガラスからこう書いてるものが向こう側に少し見えるわけじゃん、それっぽいっていうだけなんだと思う、向こうが言ってるのは。でそのそれっぽいっていうのを一緒に作る、人の脳みそを借りて作るっていうのが俺がバンドがやってて楽しいって思う理由で。なんかさバンドってさみんなさ、知ってることが一緒じゃん、なんか別にさ、ベーシストもドラムギターボーカルとか全部知ってるし、なんかだからさっきさスリットに分けてっていう話があった、もうスリットができないんだよねそこにね。もうみんななんかもうお互いに干渉しまくってみたいないう感じだから、だから今のそのスタイルはなんかすげえお互いに知らないじゃん。もうそれで作曲してたらもう分かんないからね、誰もね干渉できないもんね。そうですね、それがいいんじゃない。バックグラウンドはやっぱ違うっていうのもあったかもしれない。なんか2人ベースとボーカルがもともとなんかすごいいいやつらで、彼らは本当ジャパニーズヒップホップみたいな、なんか日本語ラップみたいなものとか、まあ向こうのアメリカのヒップホップとか、まあ本当オールドスクールのヒップホップから最近のヒップホップまで聞いてヒップホップの好きなやつ、でベースのやつがポストロックとかパンクも聴いてたってやつで、俺そこで音楽の話ができるようになって、でその話していくうちにヒップホップだろうがパンクだろうがクラシックだろうが表現では同じだよねみたいなことを頭にポンって浮かんだ時に、じゃあ俺好きなことやんないと俺がやりたい曲っていつまでたっても書けねえんじゃねって思って、俺多分挑戦だったの、ヒップホップやってると思うけど俺本当に聞いたことないわごめん、まあ本当一部はあるけどさ、じゃあ俺が思うヒップホップなんかお前が思う世界観みたいな一緒に共有しようぜって始まったグループだから、作曲方法で悩まないのは多分最初の集まった理由がそういうものだからっていうのことだけだと思うんだけど、すごいね。なんか俺らが Have No Ideas って日本語英語で申し訳ないんだけど、っていうのでやってて、なんか最初俺らが集まったのはただ単純に友達みたいな感じで、なんか知り合いのなんか知り合いみたいな同世代でアート音楽とかペイントだったりダンスやってたりそういうやつら集めてイベントやったら面白くねっていうだけの集まりだったの最初、で集まっていくうちになんか俺らこれ多分きっとなんかできる、みんなでやったらなんか大きなことができる気がするっていう風になって、で今までずっと続いてるっていう感じなんだけど、1ヶ月に1回イベントやるとか結構そうだね。最近だとまあ1ヶ月に1回および2ヶ月に1回大きなイベントみたいな感じだけど、ちょっとまあもうね 3,4 年ぐらいやってるんだけど、最初の本当に1ヶ月1週間に1回とかもうめちゃくちゃやったりとかして、すごいね1週間に1回ってやばい週1だ全員一緒ではないんだけど、まあ音楽やってるやつは音楽イベントやって、ペイントやってるやつはじゃあ展示会でペイントやってみたいな、そういういろんな、Have No Ideas のじゃあそのイベントに行くとしたらさ、じゃあ今から行くって言ってドア開けました、それはどんなイベントなの？どんなイベントなのかな。なんかもうほんと内すぎて結構想像が難しい部分もあるんだけど、なんだろう、どんなイベントかって言ったら多分会場っていう制限が今正直多いから音楽イベントって見える部分もあるんだけど、でもやっぱり同世代っていうのは最近もう考えていないけど、なんか発展しようとするアーティストがなんか自分たちのやりたいようにやりたいことをやってるみたいな環境に見えててほしいなとは思ってる。そうね、正しい言葉の中のクリプティックってやってて、自分ではクリプティックってやってる。クリプティックが基本最初だったんだけど、まあメインでやってるのはクリプティックの方って感じなんだけど、クリプティックはどういう音楽？なんかさっきこうちょろっと話したけど、なんかこう自分が想像していったりとか、俺曲を作る時に結構一番大切にしてるのが、なんか結構記憶とかさ、その時感じた匂いみたいな、こう目閉じて分かったものとか学んだぜみたいな、なんか要はどちらかというとレトロスペクト回顧的な思想から曲を書くっていうのがなんか俺が一番やりやすい方法だ、でそれをじゃあ今度は全然俺のこと知らない人になんか少しずつ断片を植えていくにはどうしたらいいかっていう風のを考えてやってたら、やっぱエレクトリックが一番やりやすい方だったからそういうジャンルになったって感じ、歌詞だったらさ、そういう歌詞を読んで解釈するじゃん。
音ってどうやってそういうレトロスペクトだったりそういうものを感じるわけ？なんかめっちゃ分かりやすいか分かんないけど、俺が分かりやすいのは、なんか夏のコンクリートの匂いとか、雨が降った後のコンクリートの匂いって、なんか多分みんな分かることじゃん、納豆の匂い臭いねみたいな、とかこういう香水の匂いみたいな、多分なんかこうみんなが想像した時に出てきたこうビジョンみたいな、それが俺の曲だから、なんてそんな匂いとかだったら鼻で感じたものなんだけど、思い出した時にコンクリートが見えて坂の上で太陽があってなんか通り雨が通って、それで俺あの時にあの匂い感じたなみたいな思うわけじゃん、ただの香りなんだけどこうビジョンが勝手に生まれちゃってない、それを音で同じことをやりたいって思ってる。例えばこの音を聞いてなんか味噌汁の匂いっぽいねって思うやつもいればいいし、この音ってなんか俺が大学行ってた時の記憶にすごいそっくりだって言ってる人がいる。だから俺が表現しているのは一方通行なんだけど、そのスリットを越えた先の人たちがさまざまな記憶と結びつけてるわけじゃん、それがすげえかっけえと思って、そういう風に書いてる。ボーニベールとかはなんか結構抽象的で、だから俺すごい好き、なんか面白い、アメフトもそうだし OM もそうだけど、なんかストレートにその世界のことをあえて言ってないって気がする、だからその言葉が今度はこのキャンバスだったり、その美術館という会場だったり、そういうものを耳越しに生み出してるような詩ではあると思うんだけど、俺はそういう詩をちょっと思い浮かばない詩人じゃないから、そうだから詩はちょっと今まだ難しいなって思ってる。俺の場合はボン・イベールを聞いてると、第三者なの。要するにそこにストーリーがあって、ストーリー自体の例えば少年 A が何をするかっていうのは分からないけど、俺はその少年ではないの。それを上から見てて、それを見てて、例えばちょっと自分の人生とマッチするとこがあると、うわーみたいになるわけ。うわーそれ最高だ。俺もみたいな、なるんだけど、トヨの場合はそのそのさっきの棒人間の話じゃないけど、そのもうなんならその棒人間になってるわけじゃん。そう、見方がさ、だからその違いなのかもしれないね。確かにその作っているコンポージングしているところの様子を上から見るとそうかもしれないけど、音自体の単品を見てみるとなんか要はその第三者的な音なんだろうなっていうのは今ので思った、俺が作ってるのはもう誰がこの音をなんて捉えてもいいよっていう前提で、でそこに音を並べてあるから自由が多いように作ってるっていうことですね。音を作る時ってどうやって具体的にどうやって音って作ってんの？めっちゃいろいろあって、なんかあるんだけど、基本的には2パターンあって、なんか本当にシンセシスって、本当に例えばサイン波みたいなシンセブーみたいな音をフィルターかけて、それをモジュレートして、音をブーっと音にしてコンクリートっぽいなこの音をみたいなのにするか、サンプルいろんなレコード LP とか普通の CD とかテープとか聞いて、この人全然ハッピーな歌を歌ってるんだけど、いやここすげえなんだろうな、なんか昨日の会った女の子とセックスしたいぜって言ってる歌なんだけど、昨日に会った女の子のって言ってるこの部分すげえ悲しいなみたいな。マジか、その世界から今気づいたわ。でそういう作曲してて、さっきその意識してなくても出てくるじゃん、そっかとか誰かから言われるじゃん、これトヨっぽいねってそれはトヨから例えばじゃあ聞いてこれトヨっぽいよって言った時に、トヨはそれはいいこととして捉えるのか、クソってなるのか。俺は嬉しいよ。嬉しいの、やっぱ絶対出ちゃうんだよね、やっぱ絶対にこう同じ音をあってズンチャンズンチャンとチャラリラチャラリラと何々のパーツがあって、俺こう組み合わせるわとか、いろんな組み合わせ方あるんだけど、音は同じなんだけど絶対その人の毛色っていうのが音が大きくなれば大きくなるほど出てくると思ってる、なんかそこが面白い理由でもあるから嬉しいっちゃ嬉しいけどね。俺も言われてこれケンの曲だねって言われて嬉しいんだけど、最近はいい意味で壁だって思うんだよね、じゃあそのケンっぽくないけどケンっていうのがその次にあると思ってて、それをどれぐらいこう追求できるかっていう、いいと思うんだけど誰かのスタイルっていうのがあるのは、でもなんかそういうのって結局聴いてきた音楽だったりに影響されると思う部分があって、トヨの場合はそのエレクトロニックな音楽をやっている上で、こう
なんていうの、尊敬しているアーティストだったり、あ、俺この人の影響入ってるわって思うアーティストっている？結構いるよね。さっきなんか初め会った時に話したけど、もうデスキャブももちろんそうだし、なんかデスキャブがやってたサイドプロジェクトでポスタルサービスっていうの、俺エレクトロニックを多分一番最初に聞いたのその人とか、でプラッドっていうイギリスのアーティストとか、あと日本人のアメツブっていう人とか、でラパラックスっていうアメリカのアーティストとか、それを最初に聞いてバンドも一緒に聞いてって感じだったんだけど、なんでそんな時なんで消えんだよ自分書いてはこれデスキャブポスタルサービスっぽいなって思う時ある？ギターとかの場合さ、楽器の制限があるじゃん、だから似ちゃうんだよ、なんだけどエレクトロニックって似せようと思っても似ないの、なんか同じシンセサイザー使ってるなぐらいは分かると思うんだけど、ああこれはあれだなテレだなとか、あこれはあれだなみたいなレスポールの音だなみたいなのはあるんだけど、なんかやっぱコンポージングしていくごとにさプロセスがめちゃくちゃ多いからやっぱ似ないのよ、似せようと思っても、だから自分では分かんだよね。あこのアーティストのこの表現方法に真似じゃないけどすごい影響を受けてるなっていうのはあるけど、多分外から見たら分かんないんだろうなっていうのは思う、ちょっと告知したいことがあれば、ぜひしていただいて。ハブノワイですっていうクルーで、アーティストをやってて、正しい言葉とクリプティックって2個やってるんですけど、両方ウェブサイトだったり Twitter、SNS で公開してるんで、もしよかったらこれで気に入ってくれたら見てください。よろしくお願いします。 YouTube のあそこに下のところに全部入れるんでお願いします今日のゲストはクリプティックのトヨでした。ありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。イエーイ早かったねありがとう、楽しかったです。大丈夫？辛くなかった？